どうも、マストです。今回は台湾移住後の心境の変化と今も台北で暮らす理由っていうテーマでお話ししていけたらと思います。で、僕がもう今台湾に移住して5年ぐらい経つんですけど、台湾と日本ってそもそも距離が近いし、であと人が親切でご飯も美味しくて、で何より他の国と比べても治安がいいんですよね。なので、だいぶ暮らしやすさを感じてるんですけれども、なんか台湾に来てから、なんかその心境の変化みたいなのもあって、それが居心地の良さにつながってるんじゃないかなと思っています。じゃあ台湾移住後にどういう心境の変化があったのかというと、まずなんか割と東京に住んでた頃よりも自然体で楽にいられるようになったっていうのがあります。で、原体験としては僕が学生の頃に初めてタイのバンコクに行ったことがあって、コンビニに寄ったんですよ。で、その時のコンビニが、結構行列並んでて、全然列も進まんかったんですよね。で、それでなんか店員さんの方見たら、店員さんがこうスマホ片手にいじりながら他の人と喋ってて、いや、そら列進まんやろと思ってて、で、なんかでもその時に、すごいその店員さんにちょっとイライラしたっていうのもあるんですけど、それと同時になんか、その人が羨ましくも感じていて、なんか、なんていうのかな。割とこうラフにリラックスしてこう働けてるような雰囲気というか、なんかその人のその他人を気にしない感じがなんか日本になくて、なんかその時にちょっとカルチャーショックというか、そういうのを体験して、でなんか海外に行くと結構あるあるだと思うんですけど、なんか周りの人ってなんか働いてなさそうに見えたりもするじゃないですか。割とこうリラックスしながら働いてるというか。で、なんかそういうのを初めて見て、自分でなんかこう他人に気を使いすぎて行動してるんじゃないかみたいなことをちょっと思ったことがあって、で、なんかそういう堅苦しさみたいなものから、だいぶこう台湾に来てからは解放されたような気がしたんですよね。もちろん言語的な関係もあるんですけど、東京にいた頃よりはなんかあんまりその立場とか年齢関係なく、そんなに気を使いすぎることもなく、割といろんな人と気兼ねなく話せるようになったっていうのはすごく大きいと思います。で、その影響もあってか、なんか割とフットワークも軽くなりました。これは台湾の交通の便がそもそもいいっていうのもあるし、年がら年中何かしらのイベントがやってるっていうのもあるんですけど、なんかいろんなところに足を運ぶ機会も増えましたね。で、あとは単純に元気になったというか、前向きになったというか、ネガティブな影響を受けることが少なくなったと思います。で、これは台湾が外食文化っていうのもあるんですけど、基本的に朝は朝市があって、夜は夜市があってっていう感じで、一日中外に人がいるので、なんかすごく活気があるんですよね。で、それになんかすごくパワーをもらえるというか、で、おじいちゃんとかおばあちゃんも朝は公園で太極拳やって、で、夜は夜で運動してたりもするんですよ。で、サラリーマンの人とかも退社後に、運動してる姿をすごく見かけたりするので、なんかそういうのを見てるだけですごくこう元気をもらえるというか、そんな感じですごく前向きになったなっていうのは感じています。で、もちろん東京にいた時は東京にいた時ですごく良かったんですけど、なんか台北に来たことによって、その海外にいる時の自分じゃないですけど、そういった精神的な変化が、よりこの台北の居心地の良さに直結してるのかなというのを感じています。それを踏まえた上で今も台北で暮らす理由なんですけど、細かい理由はたくさんあれど、まずコンパクトシティとしての魅力が詰まっているっていうことが挙げられます。で、台北ってそもそも交通の便がすごく良くて、自転車、U バイクがあって、バス、MRT、タクシーってありますけど、大体どれかに乗れば問題なく、どこへでも行けるので、すごく便利です。特に僕は歩くのと自転車に乗るのが好きなので、台北市内であれば全然歩いても自転車に乗っても行けちゃうので、気軽に移動できるっていうのがすごく気に入っています。なので、例えば友達とかと会うってなった時も、大体30分圏内であれば、台北市内とかだと会うことができるので、なんかすぐにこう移動して誰かと会いに行けるっていう点もすごくいいなと思っています。で、あと、夜例えば帰り遅くなったりとか、ちょっと遠くに行きたいってなった時も、東京に住んでる時とかだと、なかなかこうタクシーって高すぎて乗れないじゃないですか。で、なんか僕は結構こう東京でタクシーに乗ってた時に、ずっとこうタクシーメーター気にしてたりっていうのがあったんですけど、台湾の場合は比較的安くて、なんか気軽に乗れるので、なんかそこはすごく助かっています。で、その他にも台北市以外の都市に行きたい場合、例えば台中、台南、高雄とかに行きたい場合も、新幹線に乗って、大体約2時間もあれば行けてしまうので、すごく移動のハードルが低いなと思っています。それから海外に行きたい場合とかでも、台北って空港が2つあるんですけど、1つは桃園国際空港で、もう1つが市内に松山空港ってあるんですけど、両方とも桃園空港は台北駅から電車1本で行けるし、で、松山空港はそもそも台北市内にあるので、だいぶアクセスもいいですと。で、仮に桃園空港でタクシーで行った場合でも、
片道5000円、いや、7、8000円ぐらいかな。多分それぐらいで行けたと思うので、なんかだいぶ東京よりは空港に行くまでのハードルが低いなと思っています。なのでなんかそのコンパクトシティとしての魅力というか、すごく移動のハードルが低いっていうのが住み心地の良さに直結していると感じています。で、二つ目は、リラックスして生活できるっていうところです。これはまあ精神的な話なんですけど、さっき話した内容で、台湾にいるとネガティブな影響を受けることが少ないみたいな話もしたんですけど、なんか全然ゼロではないんですよ。ただなんか東京にいた時って、朝満員電車に乗って、でなんかすごくイライラしてる人とか怒ってる人がいて、なんかそういうのが伝染しちゃうじゃないですか。で、なんかもう結構出社前に疲れてるみたいなことってめちゃくちゃあったんですよ。で、あとは久しぶりに東京に帰った時に、その広告の量がやっぱり圧倒的に多くて、なんかそういうのがノイズになって疲れることっていうのがあったんですよね。で、もちろん台北にいてもそういった類のストレスってゼロじゃないんですけど、なんか東京にいた時よりかは、圧倒的に少なくなったっていうのもあって、なんかすごく楽でいられるなっていうのはあります。で、これは余談なんですけど、台湾はなんか EQ って言って、心の知能指数みたいな言葉をよく聞くんですよね。なので、なんかコミュニケーションの考え方、方法だったりっていうのが、なんか根付いてるっていうのもあって、イライラしながらコミュニケーションを取ってる人ってもしかしたら少なく見えるのかなって思ったりもしてます。はい。というわけで、台湾移住後の心境の変化と、今も台北で暮らす理由というテーマでお話しさせていただきましたが、なんかその自分に合う街っていうのは必ずしも一つだけじゃないっていうところですかね。で、僕ももともと奈良に住んでて、で、そこから大学で京都と大阪とかを行き来するようになって、で、そこから東京に5年間住んでから、長期で海外放浪して、で、今、縁があって台北に落ち着いてるという感じなんですけれども、なんかいろいろと巡ってみて、自分に合う街っていうのは結構あるなーっていうのを感じました。やっぱり自分に合う街っていうのは、その自分が今住んでる場所で、もしかしたら日本の別の地域かもしれないし、もしかしたら遠い海外かもしれないしっていう、なんかその自分がしっくりくる街っていうのは世界中に結構いろいろとあると思うんですよ。ただやっぱりそれって行ってみないとわからなくて、で、もしなんか自分がちょっと海外に行ってみたいなとかっていう気持ちが少しでもあれば、なんかなるべく早めに一度海外に行ってみるのがいいのかなと思っています。やっぱりその街が自分に合うかどうかっていうのは行ってみないとわからないし、行ってみたことでわかることっていうのもいろいろあるんですよ。で、僕自身もまだ行けてない街で、なんかここは自分に合うだろうなって思ってるところとかもいくつかあったりするので、そういうのはこれからも巡っていけたらと思っています。例えば台北は高温多湿ですごく雨が多い街なんですけど、それとは逆のすごくカラッとしたエリアのところに行ったらどうなるのかなと思ったりとか、あとは中華圏に今住んでるので、逆に英語圏の街に住んだら、どう感じるのかなと思ったりとか、そんな感じでまだちょっとどうなるかはわからないんですけども、そういった街を見てみたいっていう気持ちはいろいろとあるので、またなんかそういった様子もいつかお届けできればなと思っています。というわけで本日の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、バイバイ。